こんにちは、ずんだもんなのだ。この動画はレイトレ合宿で発表するはずだったセミナーを動画として発表するのだ。タイトルはボクセルヒッチハイクガイド、提出したボクセルレンダラーの技術的詳細になるのだ。そのレンダラーを使って作った映像はこちらなのだ。早速始めるのだ。まずは動機からなのだ。三角形はレイトレーシングでも大人気のデータ構造で、いろんな環境で数多くの SDK がサポートしていたり便利ではあるのだ。でも三角形はたびたび扱いが難しいこともあるのだ。例えばスク対三角形だとか自己交差だとか面倒なことも多いのだ。そこで今回はボクセルを使ったらどのくらい楽になるのかを考えてみたいのだ。既存のソフトウェアでは三角形以外のジオメトリのサポートがあることが多いけれど、それらは当然ボクセルに特化しているわけではないのだ。例えばエンブリーで55メガのボクセルを使おうとすると、それだけで 5GB はメモリを消費するのだ。なので今回はボクセルに特化したアルゴリズムを使うことでどんな嬉しいことがあるのか、また三角形とは全く異なるアプローチを見ていくことで新しい視点を得ることが目的なのだ。何はともあれボクセルを構築しないと話が始まらないのだ。なのでここでは三角形のボクセル化から始めるのだ。古くから GPU のラスタライザの機能を活用したボクセル化は存在しているのだ。ただ個人的な好みとしてラスタライザを触りたくないので、今回はハードウェアの機能を使わないアプローチにフォーカスすることにしたのだ。計算ベースの方法は下の2つの論文の手法がとても参考になるのだ。ボクセル化はボクセルと三角形の交差判定をすることと等価だと考えられるのだ。証明などはここでは置いておくけれど、ボクセルと三角形の交差条件は以下の2つに分解できるのだ。1つは三角形の平面とボクセルが交差していること、もう1つは2次元に投射した三角形とボクセルが角軸で交差していることなのだ。ここからはこの条件を満たすボクセルをどのように探すのかを考えるのだ。先に2次元に投射された三角形の交差判定について片付けてしまうのだ。ここでは2次元のボクセルの4頂点を基準に考えるのだ。ここではこの頂点たちをクリティカルポイントと呼ぶことにするのだ。そして交差したい三角形は3つのエッジからなるので、まずは1つのエッジとの関係を考えるのだ。ここでエッジは三角形の内側に対して指向性があるとすると、クリティカルポイントで最も内側にある点を考えることができるようになるのだ。例えばここの例を考えてみると、最も内側のクリティカルポイントは内側にめり込んでいることがわかるのだ。そして全てのエッジでそんなクリティカルポイントが見つかると交差していると判断できるのだ。逆に言うとエッジの外側にクリティカルポイントが見つかったら交差しないことがわかるのだ。下にあるのはより複雑な例なのだ。左下のボクセルだけネガティブな位置にクリティカルポイントがあるから交差失敗ということなのだ。このめり込み具合は比較的簡単な式で表すことができるのだ。ボクセルの左下を P、ボクセル幅をデルタ P、
エッジの内側に向かう方線を N、 エッジのある頂点を V とすると、それぞれのクリティカルポイントまでの符号付き距離はこのようになるのだ。そしてこの中で最大のものが最もめり込んだやつの値なのだ。これは一つのシンプルな形に落とし込むことができるのだ。そして実用上嬉しいこととして、この式のほとんどはボクセルに対して定数なのだ。交差を調べたいボクセルが複数ある場合は、一度だけこの定数を計算すればいいのだ。まとめると、すべてのエッジについて最もめり込んだクリティカルポイントまでの距離が正であれば交差なのだ。ただ実はこの方法にはコーナーケースがあるのだ。このようにたまたま全ての条件が満たされる場合があるのだ。このような場合は三角形のバウンディングボックスを使って追加の交差判定を行うことで、このケースを除去することができるのだ。何か他の用途にこれを使う場合には気をつけてほしいのだ。今までのは保守的なボクセル化、つまり三角形のごく一部でもボクセルに触れていたら交差としていたけど、実はもう一つボクセル化のアプローチがあって、元のジオメトリにより近いことがあるのだ。それはシックスセパレーティングと呼ばれていて、違いは単にクリティカルポイントの選び方だけなのだ。バニーの絵を見てもらうと、左のコンサバティブなものは少し太りすぎていて、シックスセパレーティングの方はよりボクセルが表面の近似として近いような気もするのだ。式の詳細は省略してしまうけれど、このように一つの式にまとめることができるのも同じなのだ。そしてほとんどの項が定数で、さらに左の項が実はコンサバティブな最初のやり方と全く同じなのだ。なので実装上は定数部を切り替えるだけの簡単な実装になるのだ。さてそろそろ3次元のボクセルを考えたいのだ。まず最初に考えつくのは、バウンディングボックスと交差するボクセルすべて調べてみることなのだ。でもさすがにそれは無駄が多い気がするのだ。そこで三角形の方線から一つメジャーな軸、主軸を決めて2次元でラスタライズすると良さそうな気がするのだ。一つ目の軸は簡単で、単純にバウンディングボックスから得られた値を使うだけなのだ。問題は2つ目の軸なのだ。2つ目の軸でなんとか最小のボクセル範囲を探したいのだ。ここでさっきの2次元のエッジの式を思い出して定数をまとめてしまうとこのような構造になっているのだ。ここでこの式 D は2軸目の座標を引数に取る関数だと捉えることができるのだ。すると右の図のように1軸目が最初に確定して、その後 y の値によって D の値が正か負か判別できることがわかるのだ。ここで D が0以上という式を変形すると、逆に y の範囲を調べることができるのだ。これは一つのエッジの式が半区間を表しているということなのだ。3つエッジすべての範囲を組み合わせると、有効な範囲 py、マックスと py、minを求めることができるということなのだ。ただ念のため、この式の分母にある項 n の y が0のケースを考えておくのだ。ただこの場合は単純で、常にボクセルが棄却されるか、
また区間に影響がないかのどちらかなのだ。一応実装するときに判別しておくと安心なのだ。実際の y の値は連続的ではなくボクセルなので離散的な値になるのだ。範囲を観察して式に落とすと右のようにボクセルの開始インデックスと終了インデックスを求めることができるのだ。ここでボクセル1番の p は py、min よりも小さいためこのボクセルは含まれないことには注意したいのだ。これで2次元のラスタライズは完成なのだ。次に最後の軸をどうするかを考えるのだ。まずは保守的なボクセル化のケースなのだ。ここではボクセルと平面の交差を利用するのだ。これは2つあった交差条件の1つなのだ。最後の軸に対応する4つのエッジを利用するのだ。ここでのポイントはこの4つの軸と平面が交差する点を考えたとき、そのうち2つは平面とボクセルが交差する最大と最小の座標を示しているということなのだ。導出は省略してしまうけれどこの最小と最大もそれぞれ1つの式にまとめることができるのだ。さらにこの式の項のほとんどがまたボクセルに対して定数なのだ。なのでこれも事前に一度だけ計算しておけばどのボクセルに対しても再利用できるのだ。あとはこの最大最小をもとに交差するボクセルのインデックス範囲を求めるだけなのだ。今のは保守的なボクセル化バージョンだったけれど6セパレーティングの場合も考えてみるのだ。この場合はクリティカルポイントのアイディアを使うのだ。もし平面がクリティカルポイントの間にある場合はそのボクセルは交差ということになるのだ。例えば上の左2つは交差で右2つは片方に全てのクリティカルポイントがあるので交差していないのだ。上の例は平面の方線が最後の軸に対して45度以下の例だけど実はそれ以上の下のようなケースは考える必要はないのだ。なぜかというとそもそも最初に方線の軸で最も大きい要素を持つ軸を主軸として選んでおけばよいからなのだ。そしてその場合平面との判定で重要になるのは2点だけで他のクリティカルポイントは全く関係なくなるのだ。そこでボクセルの中心の軸と平面の衝突位置を調べるのだ。するとその座標はこのような式で表すことができてこれまたほとんどの項がボクセルに対して定数になるのだ。その座標でどのボクセルが交差と扱うのかがわかるのだ。左のパターンのように交差を一つのボクセルだけとするのも良いかもしれないけど右のように保守的に範囲を広げる方が安心かもしれないのだ。これが全体の高レベルな疑似コードなのだ。もろもろ定数を最初に全部計算した後それぞれの軸で最小の範囲でボクセルを訪れるのだ。ここで最初に確認した2つの条件がきちんと評価されているか確認しておくのだ。まず最初の二重ループで条件2の二次元投影での交差のうち1軸がラスタライズで解決されるのだ。忘れてはいけないのは最後に残りの2軸に対する二次元投影での交差判定をしなければならないところなのだ。次に条件1だけどこれは主軸のボクセルの範囲を計算するときにすでに考慮されているのだ。
平面と交差しないボクセルは30ループの内側に入ることはないのだ。以上でボクセル化は完了なのだ。疲れたらずんだ餅を食べて休憩するのだ。次に加速データ構造についてなのだ。やはりボクセルと相性が良いのはオクツリーなのだ。それぞれのノードとボクセルががっちりフィットだからなのだ。ここではこれら2つの論文を参考にするのだ。ただアウト・オブ・コアについては今回は触れないのだ。なぜならインコアでもかなりのボクセルを扱えるのと実装の簡単さを優先したからなのだ。許してほしいのだ。まず便利な道具としてモートンコードを使っていくのだ。モートンコードは空間をグリッドに分割した時、そのセルに番号を振ったものなのだ。コードの作り方が特殊なのだ。まず各軸の整数座標からビットパターンを取り出して、それをインターリークするのだ。順番にビットをくっつけるということなのだ。例えば右上の例だと XYXY の順番で下位ビットから順番に取り出してくっつけるのだ。このように作ったコードには嬉しい性質があるのだ。ここで強調したいのは暗黙の階層構造で2次元では2ビットずつのまとまりがそれぞれの階層での位置を表していることなのだ。具体的に便利な操作として最下位ビットを取り除くとそのモートンコードは1つ階層の浅いグリッドの座標を表すのだ。これを使ってある階層のセルがその1つ上の階層ではどこの親に属するのかを一発で調べることができるのだ。ここの例だと上の2つのセルが同じ親に属していて下の1つは違う親に属することを調べている様子なのだ。暗黙の階層はオクツリーと1対1に対応させることができるのでこのモートンコードをガイドにしてオクツリーを組み立てるのはとても簡単なのだ。実際の構築はボトムアップが楽なのだ。まずはモートンコード化したボクセルを用意するのだ。そしてそれを単純にソートするのだ。ソートすると同じ親を持つボクセルが必ず隣り合うようになるのだ。なぜかというと一つ上の階層での座標が同じモートンコードでは上位ビットは全て同じになるからなのだ。これは順序を途中で変えない限り全ての階層で同じことが言えるのだ。つまりソートした後同じ親でグループ化してオクツリーのノードを作成、そして次の階層でまた同じことをするというのを繰り返すのだ。これは三角形の BVH の構築の大変さを考えるとこの単純さは驚異的なのだ。次にオクツリーの圧縮について考えるのだ。ここでハイレゾリューションスパースボクセル DAG という論文を参考にするのだ。ここで各ノードがポインタによってその子供のノードを持っている状況を考えるのだ。例えば左のような一番末端のノードの状況を見るとボクセルのパターンはそれほど多くなくノードに冗長性があることに気づくのだ。ということは右のように重複したノードを削除してしまってポインタをすり替えても問題ないのだ。こうするとかなりのメモリが節約できることが想像できるのだ。先の例では末端だけに注目したけれど実はどの階層でも同様の操作が可能なのだ。中間の階層では一見すると重複を検知するためにはあるノードの子すべて調べなければならないような気がするけれど実はその階層のポインタだけを検査すればいいのだ。というのもポインタが等しいとき当然そのツリーすべて等しいからなのだ。そしてボトムアップで重複が防がれている限りユニークなツリーにユニークなポインタが一つ割り当たっているのだ。
なので重複除去の実装はとてもシンプルになるのだ。オクツリーの構築自体がボトムアップで行われているなら、このアスクを組み込むのはとても簡単なのだ。ノードを作るとき、重複があればそれの代わりに既存のノードを再利用するだけなのだ。ただこの重複除去は GPU では少し厄介なのだ。こういう重複検知を GPU でやる場合、ハッシュテーブル、特にリニアプルービングを使うのは定番なのだけど、子供の数が多くて2つのノードを比較するにはキーがとても大きくて、並列リニアプルービングではこのような大きなキーをうまく扱えないのだ。そこで今回試してうまくいったのが部分的ロックを取り入れたリニアプルービングなのだ。まずは通常のリニアプルービングと同様にハッシュによって得られた位置から順番にノードを調べていくのだ。この時ノード同士のデータすべて比較して完全一致するか調べるのだ。見つからないままからのノードに到達してしまったら重複は見つからなかったということなのだ。この場合は新たにオクツリーのノードを作る必要があるのだ。ただノードの作成とハッシュテーブルへの挿入はアトミックに完了することは不可能なのだ。なので代わりに挿入ポイントをロックしてしまうことにするのだ。そして挿入が完了してから先ほどしたロックの箇所に新規のノードのポインタを挿入することでロック解除とするのだ。実装にはヒップとクーダを使っていて、これらの環境ではアトミック演算はほぼ全てメモリバリアが最弱のリラックス度になっているので、順序性が重要なこのようなケースではスレッドフェンスを入れるのを忘れないでほしいのだ。この処理が完了するとハッシュテーブルは通常の状態に戻るのだ。実はもう一つ注意があって、この疑似コードはインディペンデントスレッドスケジューリングを前提にした書き方なのだ。もしそうでない環境でこれを使うには少し回避策を使う必要があるのだけど、脱線が激しいので気になる人は後で GitHub の実装を確認してほしいのだ。上で圧縮は完了なのだ。もともと900メガを超えていたメモリがなんと60メガ程度まで圧縮されたのだ。エンブリーで同じデータで BVH を作ると 5GB まで膨れ上がることを考えると、これは驚異的なのだ。オクツリー構築は一旦これくらいにして、次にレイトレーシングをどのように行うかについて考えてみるのだ。参考にした論文はこれらなのだ。一番上のアプローチについてはユニフォームグリッドでのトラバーサルについてのものなので、今回直接使うわけではないのだ。代わりにとてもエレガントなオクツリーのトラバーサルを提案している下の2つの論文を主に参考にするのだ。まず基礎になるのはスラブを使った交差判定なのだ。ここではレイの原点を P、方向ベクトルを D として、それと2つの平面で定義される厚みのある領域スラブとの交差判定を考えるのだ。これは方向ベクトルの逆数を使って衝突ポイント S を求めることができるのだ。この S は方向ベクトル D を基準にした量だということを念のため確認しておくのだ。次にボクセルの交差を考えるとき、それぞれの S にミン、マックスを適用して交差が起こる範囲を得ることができるのだ。これは AABB とレイの交差判定に広く使われているアイディアなのだ。ところでオクツリーのトラバーサルで重要になるのが、どんな順番で子供ボクセルにヒットするかなのだ。その判定に便利なのが S の中点なのだ。
この S の中点と親ボクセルの交差範囲を表す SLMAX を比較すると、それぞれの軸でどっち側にレイがヒットしているかがわかるのだ。もし S が中点よりも小さい場合、これは左が先にヒットしているということで、逆は右のレイなのだ。左の図からレイが少しずつ右に移動していく場合、衝突点がちょうど真ん中を越えるとき、この条件が入れ替わることがわかると思うのだ。これは同じことを Y 軸について考えたものなのだ。実際には3次元なのでもう一つあるけれど、それは省略するのだ。今ので最初にヒットする子供は分かったけど、まだ次の子供は分かっていないのだ。これを調べるために便利なのは、各軸に対して隣り合う面までの距離なのだ。まず左を見てほしいのだ。この状況で次にヒットするかもしれない面はそれぞれ真ん中の面なのだ。面ごとにヒットする距離 S が存在しているので、次にヒットする面はどこかというと、最も小さい S がそれなのだ。ここでは Y が小さかったので上に移動するのだ。移動した状態が右の図なのだ。今度は先に X がヒットすることがわかるので、今度は右に移動するのだ。これを繰り返すと子供の順序が全て求まるというわけなのだ。最後に親のボクセルの外に出てしまうなら、そこで終了になるのだ。ところで論文では今説明した状態遷移をテーブルに入れることを提案しているけれど、個人的には不要だと思うのだ。なぜなら一度移動したという情報を各軸ごとにビットとして合計3ビットを保存するだけで良いからなのだ。すでにビットが立っているのに移動しようとするならば、それは親のボクセルから出たということでトラバーサルを終了するのだ。実装もテーブルよりもシンプルなはずなのだ。ここで階層的なオクツリーをどのように処理するのか考えてみるのだ。やはりスタックを使う必要があるのだ。多分最初に思いつくのは左のように交差する子供を全て列挙して、それを逆の順序で全てスタックにプッシュするというものだと思うのだ。でも左の方法をやってしまうと、1階層を降りるたびに複数の子供がプッシュされることがあるので、スタックへの操作がとても多くなってしまうのだ。そこで全ての子供をプッシュする代わりに、子供のトラバーサル状態を保存して最初の子供に即座に降りていく方法が右の方法なのだ。この方法だとスタックへのプッシュは最大でも1つに抑えられるのだ。しかも必須の状態変数はさっき説明した3ビットだけなので、メモリにも優しいのだ。このことは実はこのペーパーにさらっと書かれていたのだけど、真意を理解するのに時間がかかったのだ。実装で重要なことが論文では一言でさらっと書かれていることは割とよくある気がしているけど、読み取るのは簡単とは限らないのだ。ところで三角形の BVH のトラバーサルでは、一度衝突が見つかってもそれよりもより手前にある三角形が見つかるかもしれない。そういうケースがある場合はスタックにプッシュされた要素を全て処理するまで終われないのだけど、今回のボクセルトラバーサルの場合、子供のトラバーサル順序は完璧なのだ。つまり一度ヒットが見つかったら、それは最もレイの原点に近いボクセルなので、それ以降トラバーサルを必要としないのだ。残ったスタックの処理をまるっとスキップできるので嬉しいのだ。
今までレイの後ろ側については考えていなかったけれど、実は簡単にカリングができるのだ。次の子供を調べるとき、ついでにその子供の衝突範囲の最大値である S、 ここでは S ユーミンネクストを得ることは簡単なのだ。そしてこれが負の値であるとき、ボクセルは完全に後ろに存在しているので、こういうボクセルは処理せずに単にスキップできるのだ。もしかすると気づいている人もいるかもしれないけど、今までレイの向きが全て正の数であることを前提に話していたのだ。でも実際はそんなことはないのだ。ただこれを一般化するのはそんなに難しいことではないのだ。アイディアは負の向きが見つかったらレイそのものを鏡に映して反転してしまうというものなのだ。右上は X を反転した場合、右下は Y を反転した場合の図なのだ。でも入力レイを反転したということは、オクツリーの中身も反転しなければ整合性が取れないのだ。そこで子供のデータにアクセスするとき、反転した軸に対応するビットを立てておいて X を亜演算で中身を反転するのだ。例えば X を反転した場合、1番目のビットが立っているので、そこが反転するのだ。同じことを後2軸に対しても行えばよくて、しかもフリップは1回の X を亜でできるので、実装がとても簡単なのだ。今までは交差判定だけに集中していたけれど、ボクセル自体に何らかのデータを埋め込みたい場合もあると思うのだ。具体的にはやはり色くらいはボクセルにつけたいのだ。だけどオクツリーはすでに圧縮されていて、一見するとそんなに簡単じゃないように思えるのだ。でもこれをエレガントに解決した論文があって、それがこれなのだ。アイディアは各ノードに全ての子供のボクセルの個数を入れておくというものなのだ。そしてトラバーサル中のノードよりも前にあるノード、ここでは左側のノードのボクセル数を足しながらトラバーサルするのだ。例えばこの例では、上から2段目のノードから降りるとき、すぐ下に降りるため、左のボクセル数をすべて足して合計は1。このようにすると、そのインデックスがすなわちすべてのボクセルの中でのインデックスになるのだ。もう一つ複雑な例を出すのだ。点線で囲われた数字が実際に参照された数なのだ。最終的に得られた4がボクセルの左から見てのインデックスになっているのだ。そして子供のボクセルの数というのは追加情報ではあるけれど、同じ構造のツリーでは同じ値になるので、現在の圧縮と互換性があるのだ。これによってトラバーサル速度を若干犠牲にして、オクツリーとボクセルごとのデータが完全に分離された状態になるのだ。論文ではオクツリーのノードにボクセル個数を入れることを提案しているのだけど、これだと一番右のノードから下に降りていくときに7つノードを見に行かなければならないのだ。 CPU でももちろん小さくないオーバーヘッドだけど、メモリアクセスの遅い GPU ではより問題になるのだ。そこで僕は今回メモリ使用量を犠牲にしてパフォーマンスを得る方法として、プリフィックスサムを親に埋め込むことにしたのだ。このようにするとこのノードにアクセスすることなく、しかも4バイトのメモリフェッチだけで済むのでかなり高速になったのだ。これはアプリケーションにもよるけれど、悪くないオプションだと思うのだ。これでアルゴリズムの解説は終わりだけど、簡
簡単なパフォーマンス比較を紹介するのだ。これは CPU でエンブリーカスタムジオメトリとの比較なのだ。どうもボクセルが大きい時にやや良い結果が得られたのだ。アルゴリズムのシンプルさにもかかわらず、エンブリー相手にそこそこ検討しているのはとても驚きなのだ。CPU では他の SDK と比較できていないけれど、このくらいのシーンだとフル HD プライマリレイなら2ミリ秒でいけるのだ。またレイトレ合宿のシーンでは8バウンスのディフユーズのみ、 IBL のシャドウレイのみといった構成で1サンプルあたり 12.5 ミリ秒くらいで計算できるのだ。またボクセル化からオクツリー構築はこの解像度であっても135ミリ秒程度しか必要としないのだ。そんなわけでたくさんの論文から多くのアイディアをもらってきたわけだけど、どれも素晴らしいアイディアで実装もシンプルで効率的で、きっと多くの新しい視点が得られたんじゃないかと思うのだ。三角形ばかりに目がいくかもしれないけど、本当に三角形が全ての状況でいいわけでは決してないと思うのだ。みんなも面白いアイディアがあったら教えてほしいのだ。ご清聴ありがとうございましたなのだ。この動画が気に入った方はチャンネル登録、高評価をお願いします。